トラックマンを入れてるから来ましたと。一番信頼のできる弾道測定器なので、トラックマンを採用される方々は増えてくるんじゃないかなと思ってますね。インドアゴルフ施設を始めたきっかけは、弊社が不動産の開発事業を行っている会社ですので、自社で開発した物件で新しいことを始めたいということと、私自身もゴルフが好きで趣味なので、それの掛け合わせができないかと思って始めました。弊社としても初めての試みなので、詳しく市場をどう調査したっていうよりは、自分たちで新しいメニューを作る、そういったところが一番の目的としてありました。施設を無人にしようと思った理由は、一番かかる費用というのがスタッフの人件費だと思ったので、そこをカットしたかった。それが会員さんの会費につながってしまうので、なるべくいい施設を安く使っていただくためっていうのをコンセプトにして作りました。オープンしてからやっぱ1ヶ月ぐらいでほとんど店員さんは埋まったので、やっぱり場所が良かったのと、この辺はすごくインドアの施設も少なくて、なおかつトラックマンさんを入れてる施設がなかったので、そういったところがやっぱり要因なのかなと思います。弊社も手探りでやっていく中で、やっぱり流行ってる店舗、流行ってない店舗っていうのは当然出てくるわけなので、やっぱり大事なのは場所ですかね。人が集まらないところに施設を作っても結局入らなくて終わるってなっちゃうので、利用者が何を考えていらっしゃるか、そういったところをまずは調査をして、でどの機材を入れるか、あとは駐車場をはじめとしたそういった付帯設備をどうするかっていうのを考えるのが一番大事かなと思います。トラックマンさんを採用した理由は、世界的に見ると一番正確な弾道測定器として有名だというのが一つと、プロゴルファーたちが一番信頼を寄せてる機材だからっていう2点ですね。はい、やっぱりお客様からの声で一番多いのは、トラックマンを入れてるから来ましたというお声は多いですね。使いやすさっていう点で言うと、最初は苦労される方もいらっしゃるんですけれども、ただやっぱり慣れていかれるともうすぐ操作されていくので、そこはあまり心配はなかったですかね。お客様で、多くやっぱり使われている機能は、ショットの分析ですね。あとは実際にラウンドを回るコースモード、この2つだと思います。なのでデータを見たいっていう方はショット分析を使われますし、何かしらの飛距離とか目的の中で練習をしたいっていう方はレンジで練習をされる方が多いです。私が受けたギャップとしては、当然データってこんなに多いんだっていうのがまず一つあって、あとは思ったよりもいろんなモードがあるというか、当然コースでラウンドするモードもそうなんですけれども、練習っていうモードの中でもただやっぱりデータを分析するモードもあれば、あとは状況に応じて、フェアウェイから打つ、ラフから打つ、で池越えする、バンカー越えするとか、かなりフレキシブルなシチュエーションで実践に近い形で練習ができる。この辺はやっぱり幅の広さっていうのは思ってたよりもあって、それはすごくいいギャップでしたね。最初にやっぱり営業担当の方に教えていただいたのが、トラックマンさんのコースモードは全て現地をドローンで撮ってますと。よりリアルにコースラウンドを回ってるような体験ができますよと。これはやっぱり一つ、うちも施設としてはお客さんにはそういう言い方をしているので、アピールポイントになるかなと思ってます。お客様がトラックマンを活用する時っていうのは、一つはやっぱりデータを多く見れる。これすごく大きいことだと思っていまして、普段自分で練習している中では気づけない自分のミスですとか、あとは悪い部分っていうのが、可視化して映されるので、それが、すごく役立っているっていうのが一つと、あとは実際に自分のスイングの動画っていうのが一球一球リアルタイムで映るので、そこも目で見て分かるっていうのが大きいと思います。一人でプレイされる方もいらっしゃいますけれども、やっぱりお友達ですとかご夫婦でいらっしゃって、ワイワイガヤガヤやると、そういった楽しみ方をされている方も多いですね。
お客様からよくいただく声としては、やっぱり一つはトラックマンがあるからうちに来ましたと。他のインドアに通っていらっしゃった方もうちに来てこっちの方がいいっていうのは皆さんおっしゃるので、そこがすごく助かっているところですね。トラックマンのサポートという意味ではやっぱり人がいないので、何か機材に不具合があった時とかサポートセンターに電話をしていただければ遠隔で操作がしていただけるので、これはすごく助かっていて日々お力添えをいただいています。通常の、インドアゴルフ施設とは違って建物を所有している会社なので、一つ家賃がいりませんと。会員さんの料金に直接インパクトができることなので、弊社の場合はこのまま顧客満足度っていうのをどんどん上げていきつつ、例えば物価上昇ですとかスタッフの有無とかもそうなんですけれども、価格競争にも負けないようにしていく、この二軸をちゃんと続けていくっていうところがメインになるかなと思いますね。施設の運営にあたって一番大きいのはもう完全に人件費だと思っているので、まず無人営業の施設っていうのは今後増えてくると思ってますと。やっぱトラックマンが与える影響というのはすごく大きいと思ってるんですけれども、一番信頼のできる弾道測定器なので、トラックマンを採用される方々は増えてくるんじゃないかなと思ってますね。